変異出しですね、いろいろ計算があってややこしかったと思うんですが、オーバーフローに関してはごくシンプルなものになっておりまして、ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。はい、どうもしんです。本日もアークサバイバルエボルブドをやっていきます。本日はですね、アークチュートリアルといたしまして、オーバーフローについて解説していきます。以前ですね、変異出しについて、さらに詳しくですね、変異出しのスーパークリーチャーの見出し方についてご紹介していきました。今回はオーバーフローについてのご紹介となります。割とですね、変異出しとオーバーフローごっちゃに考えてしまう方が多いようなので、今回は分けてのご紹介となっております。詳しくは後ほどご紹介させていただきますが、簡単に言うと、変異出しを行う上でですね、よりやりやすくするための工程の一つになっておりますので、オーバーフロー個体が強いわけではなくて、強い個体を生み出すための手段の一つというところでですね、ご認識いただければと思います。変異出しですね、いろいろ計算があってややこしかったと思うんですが、オーバーフローに関してはごくシンプルなものになっておりまして、ただ手間がですね、やたらとかかる部分でもありますので、そこが大変なところでございます。ただ昔よりですね、かなりブリーディングもやりやすくなっておりますので、ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。今回ですね、そんなに長い動画にはならないかと思いますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。では本編どうぞ。ではまずですね、変異出しとオーバーフローの違いについて簡単にご紹介だけしておきます。通常、ブリーディングを行った場合ですね、各ステータスに対して父親、母親からですね、それぞれ抽選されましてステータスを引き継ぐというものになっています。そこから突然変異という形でですね、2ポイント、レベル2つ分ですね、どれかのステータス、これもランダムで振られるというものになっています。一つのステータスに2ポイントつきますので、詳しくは変異出しのところでご覧いただければと思うんですが、変異行われますと、このように計5計でですね、それぞれこちらのカウンターが1つ増えます。それぞれ20と出ている通り、上限が計5計それぞれで20ずつあります。どちらかが20を超えていたとしても、突然変異する可能性はあります。ただ、両方ですね、抽選される上でも 7.31% なんですが、片方20超えた段階でその確率が落ちます。それでも変異を繰り返していくことはもちろん可能ではあるんですけども、オーバーフローした個体っていうのがですね、この突然変異カウンターがマイナスの数値になります。マイナスということは20以下になりますので、そのまま通常通りですね、突然変異を行うことができます。なので、オーバーフロー個体っていうのはですね、この突然変異に関して確率 7.31% のままですね、突然変異を繰り返していけるという部分があります。なので、だいぶ変異出しが楽になるというのがオーバーフローの個体の特典でございます。なので、オーバーフロー個体が強いわけではなくて、強い個体を生み出すためにオーバーフロー個体を作るというものになっています。続いて、変異数について。変異しますと、このように1つくっていうお話を先ほどさせていただきました。これは変異を行った場合に最初つくんですが、合わせてですね、母親、父親、それぞれの変異数も引き継ぐことになります。なので、変異をしなくても、この状態で1たす0で、この子供は1になります。片方が変異してて片方が0の場合は、変異数、親のものをそのまま引き継ぐことになるんですが、例えば1と1だった場合は2になりますので、変異しなくても変異数だけは増えていくということになります。
それはこの上限値20に関わってきますので、変異のところでお話ししている通り、無駄に変異数を増やさないようにするというのが通常の変異出しとなります。これをですね、増やしていく部分で、変異数が増えていく中で、20を超えても変異数の数はどんどん増えていきます。変異しなくなるだけなので、その上で21億4748万3647回を超えた段階でオーバーフローが発生しまして、マイナスに変換されます。これがオーバーフローというものになります。ではですね、本題のオーバーフローについて、まず、これを作るためにですね、変異数を積み上げていかないといけないんですが、これは変異しなくてもですね、数が足されていきますので、雪だるま式に増やすことができます。ただ、最初のこの10の状態だと、もちろん1しか生まれないので、増やしていくことができないんですが、1変異が入った段階で、例えば、この子はメスになっています。なので、この変異数1のメスと変異数1のオスを掛け合わせれば2になります。1匹できた場合、別異性をもう1個、その子供でですね、1と0で1のオスを生み出せれば増やしていくことができます。そこから1、1の状態で掛け合わせていくことになるんですが、方法として2つあります。一つは1生まれてですね、11の状態。これで子供が2になります。その2の子供と1の親ですね。オスメス両方いると思うので、どちらかと合わせていくっていう手段もあります。それで2と1で3になるんで。ただこの方法だと結構育てるのが大変です。通常、卵を産んだ場合、メスクールタイムが発生するんですが、育てるよりは楽なので、オーバーフロー個体作る場合ですね、その個数のオスメスを作ってしまった方が楽です。育てる数が少なく済みます。そこはお任せするところではあるんですが、最短経由で言ったとすると、こういう感じになります。まず、1と1作り出して2にします。その2の個体、オス、メス、生み出せれば、2と2と足して4。これで倍々の雪だるま式に増やしていくことによって、31回目にはオーバーフローになることになります。ただ、通常の変異出しもされていると思うので、変異出しと併用する上で育てる部分、オスメス育てるのもですね、割と運だったりするので、変異出しみたいにメスいっぱいっていうわけではないんでね。オスメス、うまいこと揃うのにちょっと手間がかかってしまうっていう場合は出てきますので、その辺はですね、合わせていただければとは思うんですけども、育てる方がクールタイム待つよりは大変なので、単純にオーバーフローだけ考えると、オスメスですね、それぞれ同じ個数のものを合わせてから育てる方が楽です。あとは変異出しとかブリーディングの都合に合わせていただければと思いますので、そこに関してはお任せします。オーバーフローの近くに来た場合なんですが、この子がですね、わかりやすいようにちょっと0と掛け合わせて合計にしてるんですが、約17億の数値まで上げてます。これはオス、メス合わせてるところになりますのでね、この数値になってます。ここは掛け合わせでなってるんで、今回ちょっと適当に数字合わせずにですね、やっているので、オス、メスの生まれる兼ね合いでこういう形になってます。なので、ちょっとわかりやすいようにしてます。これをオス、メス、同じようにですね、している状態。これを掛け合わせた場合に、このようにですね、17億と17億。この時点で21億4748万3647を超えているので、オーバーフローした状態になってます。実際この個体に関しては、これの合計値になっておりますので、合計としては22億超えている状態になってます。これを一応0と掛け合わせると、わかりやすいようにいくとこうなります。実際子供を産ましてみると、このようにマイナスの数値になります。
この段階でもですね、すでにオーバーフローしている個体ではあるので、マイナスの数値になっている状態ですね。ただ目に見えないので、その子供はマイナスになります。マイナスになった場合なんですが、注意点がありまして、このマイナスの数字も、マイナス21億4748万3647を超えると、さらにオーバーフローしまして、プラスの数字に反転します。なので、そこだけマイナスに行き過ぎないようにと、足し算なので、今これがですね、1億9324万5602なんですが、それ以上のプラスと掛け合わせてしまいますと、プラスになってしまいます。なので、単純足し算になりますんで、オーバーフロー個体ですね、プラスにならないようにだけ数値を管理していただければと思います。正の反転や単純にプラスマイナスでプラスにならないようにだけご注意いただければと思います。通常の変異出ししているものであればですね、さほど問題にならないとは思うんですが、一応ご注意いただければと思います。この個体で作った場合はもう上限20ですね。ほぼ気にしなくていい状態になりますので、気兼ねなくですね、変異出ししていただいて、同じステータスのですね、オス、メス育てて増やしていってもいいですし、今まで通りですね、大量のメスに掛け合わしつつですね、していただければ、問題なく 7.31% の確率で変異出ししていけますので、スーパー個体を生み出すことが容易になるということになります。はい。では、いかがでしたでしょうか？本日はですね、オーバーフローについて簡単にご紹介させていただきました。内容はですね、そんなに難しい話ではないんですけども、実際やるとなるとですね、結構手間だったりしますので、ただですね、最短でいけば1から始めたとしてもですね、オスメス1揃った段階から考えると31回でオーバーフローしますんで、日数的にいくとですね、卵のクールタイムであったり、あと成熟の時間であったりってあるので、期間はちょっと長くはなってしまうと思うんですが、31回って見ると結構簡単そうに見えるかとは思いますので、ブリーディングもですね、しやすくはなっておりますので、ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。変異出し、スーパークリーチャーを生み出すために必要な手段ではあるんですけども、現実的な部分ですね。なくてもできなくはないっていうところはありますんで、その部分とオーバーフローだから強いわけではなくて、強い個体を生み出すためにオーバーフローがあるっていう認識でですね、お考えいただければと思います。一応大変にはなりますが、オーバーフローしなくてもですね、変異出ししていくことはできます。かなり確率は下がります。実際あまり難しいことを考えたくなくて変異出ししていきたいよっていう人に関してはですね、オーバーフロー最適だと思いますので、ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。では本日は以上となります。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。